今日は、ドローンの中のフライトコントローラーとかを位置決めして穴の開ける位置とかを決めて、できれば穴を開けたりして配線までしていこうと思います。その続き。で、ちょっと昨日は軽く仮止めしたんですけど、今度はガチで仮止めしてくっつけていきたいと思います。このネジなんか1個なくなってるのが気になりますね。ここにネジが1個。ここにネジが1個あるはずなんですけども、ここなくなってます。多分振動でなくなったんじゃなくて、最初から入ってなかったもんだと思います。で、ちょっとこの、多分ここただのカバーなんですけども、これ、ここにキャンのハブを1個置いて、で、ここにフライトコントローラーを1個置いて、弱い両面テープでくっつけてみたいと思います。外してる理由は多分あれですね。フライトコントローラーがここについてたんで、このネジがあるとガタがあるんで、それで外してるんですね、多分。なんでフライトコントローラーが最初ちょっと外したところにくっついてました。こんな感じで。センター外しで。これがフライトコントローラー用の、DC-DC コンバーターです。でこれをこの下のちょっと一段下がったところにくっつけてみます。ほんでこれが、受信機の DC-DC コンバーターです。これはこの上にこう亀の子状に、フライトコントローラーの DC-DC コンバーターの上に亀の子状にくっつけてみようかなと思ってるんですが、ここでもいいかもしれないですね。この位置に。この辺にこうくっつけてもありかもしれないですね。ただちょっとこれネジが飛び出て邪魔になるんで、微妙ですね。微妙。なんでやっぱりこの上にこう亀の子状にくっつけてみます。これが受信機。ここに USB-C があります。多分これは設定ツール用じゃないかなと思ってますけど、ちょっとわかんないですね。ちょっとこうくっつけちゃうと、ここにコネクターが刺さるんですけども、コネクターの番号がわかんなくなっちゃいますよね。あんまり出っ張んないんでいけるような気もします。こんな感じで、出っ張んないんでいけるような気がします。ちょっとコネクターの位置がわかんないです。どのコネクターが何のカメラか。多分これフロントカメラとリアカメラつけれるような気するんですよ。2カメ構成で。こんな感じかな。仮止めで蓋が閉まるかどうか。これがダメですね。こいつがこの頭のここにつかるような気がします。ちょい奥際っすね。奥側。こんな感じで段差つけると多分いくような気がします。ここに、あれですね、受信機がぶつかってます。この受信機がここにぶつかってます。これかなり際どい設計ですね。ここの部分にちょっとこれ段差で受信機の方が高いですよね。この高いところにここがぶつかってるんですよ。なんでこれ以上ここが下がんなくてネジ穴が合わないですね。なんで、どうしたらいいもんかですね。このラインよりも受信機が向こうにあればいいですね。なんで受信機をあと10ミリぐらい奥側に移動させれば多分蓋が閉まるような気がします。入りました。これで入るっぽいですね。この位置だと入るっぽいです。でもこれかなりキツキツ設計してますね。この K++ 載せるっていう時点でだいぶキツキツ設計なのかもしれないですけど、キツキツですね。なんでちょっと K++ をこっちに寄せますか。こっち側に逆に。こっち方向に寄せて、FC を固定してるこの下にあるこのネジが1個入ってないんですよね。で、このネジをこっちに移動させるかすれば移動できるような気がするんですよ。若干こっちに。ちょっと移動させて、こんな感じでやってみますか。こんな感じで。本気の両面テープ持ってきました。引いて 3M のゴムっぽいやつですね。ゴムっぽい両面テープ。こういう風に振り付けた場合、次、あれですね、穴の位置決めないといけないですね。で、本気の両面テープつける前に、この箱の中にどうやって電線を通すか。レーダーの線は結構長いんですよ。これが結構長めで、で、ここのコネクターがでかいんですよね。このコネクターが。多分10ミリ以上。この幅で10ミリ、12、3ミリありそうですね。対角線で言ったらもう15ミリぐらいありそうです。
ちょっと見てもらうと分かるんですけど、この、ハウジングですね。ハウジング。このハウジングが一体成形なんですよ。モールドされているハウジングなんで、分解して短くすることができないです。なんで、こっから線をぶっちぎって、で、細くして通して中で繋ぐようにしたいと思います。このカメラ側のやつはうまくすれば、ここが抜けるんですけども、抜くのもちょっとあれなんで、でもこれをこう斜めにすると意外とこんな感じで穴を通りやすいんですよね、これは。なんでこれは線を通せるぐらいの穴を開けるってことにします。その穴を多分ここら辺に3箇所ぐらい開けたいと思います。で、できるだけ線の太さと同じぐらいの穴を開けて、穴の大きさを小さくしたいです。この SMA コネクターですね。この SMA コネクター。これ 説明しよう。SMA コネクターっていうのはここネジ式になってます。で、SMB コネクターと SMC コネクターってあります。で、この大きさとか、あとこの付け方によって A とか B とか C とかで名前あります。確か C が一番小さかったような気がして、で、こう、差し込むとカチッとこうロックされるような、なんつったらいいですかね、日東のエアカプラーみたいなコードになってると思いますね。で、このコネクターは、この SMA コネクターここにこう差し込んで、こっから線を出しますんで、ですね、下に何にもないところ、これがですね、昨日なんだろうと思ってたんですけども、これは結局あれですね、この機械の外と内をつなぐための、防水のためのなんかコネクタみたいなものですね。この部分は。この部分は。なんで線を穴開けるとすると、多分この辺に1箇所と、この辺に1箇所がアンテナ用で開けます。で、ここら辺に外から線持ってくるようで何箇所か開けたいと思います。で、アンテナの線のとこの、アンテナのこのコネクターの大きさが、6.2 ミリですね。6.2 ミリなんで、6.5 ぐらいのドリルで穴開けます。ダイキャストに穴開けるなんてちょっとなんかもったいない気しますけども、仕方ないですね。今度一発大きいやつで、小さいやつで一発開けましたので、今度 6.5 で一気に広げます。穴が2箇所ここに開きました。6.5。もったいないですね。ここのとこにあれですね、電源が下から入ってくるサービスホールっぽいのがあるんですけども、電源が入ってきてるだけでもういっぱいいっぱいですね。グロメット入れてサービスホールみたいにした方が使い勝手はいいような気します。ここら辺に穴ある。ここからグロメット入れるっていうのも手ですね。まず必ずつけないといけないものからもうつけていきます。多分これで両面テープの厚さがあるんで、ネジの頭よりも両面テープの厚さの方が厚いんで、そのままネジの上に貼っつけても大丈夫なような気がします。ちょっと危ないですね。ここの部分がちょっとネジにかぶさるんで、ちょっとだけここ剥いでおきますか。そんでその上にフライトコントローラーですね。フライトコントローラーはできる限り中心付近に持ってくる。こんな感じですね。こんな感じ。ちょっと段付きで持っていかないと蓋が閉まんなくなるんで。で、ちょい奥というかかなり奥気味でくっつけます。これで蓋閉まるんじゃないかと思いますけど、一回蓋閉めてみます。ですね。閉まります。なんで、位置的に OK ですね。あと、まあ分かってたんですけど、ここに前の DJI のインジケーター用の LED がついてるんで、これちょっと外します。本当はヒートガンで温めながら外した方がいいような気するんですけどね。ちょ
ょっとヒートガンがないんで、力ずくで外します。それで、この蓋の中に、この LED を取り付けます。LED のこの光ってるところがちょうど中心に来るようにくっつけれれば、いいんじゃないですかね。こんな感じで。こんな感じで。それにしてもこのマゼックスのドローンはすごい軽量ですね。この軽量さが多分飛行時間が長いって言われるゆえんじゃないかなと思います。なんか GPS の線もめちゃくちゃ長いんで、もしかしたら途中で切って詰めてもいいような気するんですけども。でもこのコネクターも普通のあれですね。ラジコン用のコネクターですね。このコネクター。なんでこれを切って詰めてもいいような気がしますね。多分、信号線が2本とシールド線が1本じゃないかなと思うんですけども、ちょっとわかんないですね。ちょっとなんか緩ってカタカタしてるんですよね。これこそなんかここら辺でいいような気すらしてきますね。ここら辺で。EMU はここにしますか。2段重ねじゃなくて、ここに PMU を置く。で、これでいいっすね。ここに PMU を置きます。後ろでずっとボイラーがあってめちゃくちゃうるさいですけども、音入ってますかね、後ろのボイラーの音。ボイラーの音全然入ってないですね。まあ若干入ってるっちゃ入ってますけど、ほとんど気にならないレベルですね、ボイラーの音は。ここに、フライトコントローラー用の PMU をつけました。これはパワーですね。パワーですね。そんで、そういや気になってたのがですね、これが、前の DJI 用のDJI ですね、双葉の、あれなんですよ。電源なんですよ。双葉の電源で、これがどこに繋がってるかなんですよ。もう、これが 24V じゃなくて、バッテリー直結じゃないかと思うんですけども、ここのプラスと、マイナスですか。ここのマイナスと、この双葉のプロポのマイナス、双葉のレシーバーのマイナス側が同調してるかどうか。してますね。で、こっちのプラスと、こっちの双葉のレシーバーのプラスはしてます。ということは、この双葉のレシーバーには、マックスで、12セル分の電圧かかってますね。なんで50V 弱ぐらい。3.7×12 分の電圧かかってます。この MK15E のレシーバーの、レシーバーのピンアサインじゃなくて、コネクターの説明が全然ないんで、それをちょっと調べます。PMU の上に、ここに亀の子状態にして、このレシーバーの電源もこう一緒に乗っけたら、すげえいい感じですね。そしてここにレシーバー乗せると。これ完璧ですね。こんな感じで乗せても、どっちでもいいですね。そうすると。MK15E のマニュアルを、メーカーのサイトから見つけましたんで、ちょっと見ていくと、ですね、ここがレシーブドって書いてますね。ちょっとこれが意味わかんないですね。何をレシーブするのか。この Type-C の使い方もちょっとわかんないです。で、ここに、ステータスのインディケーターがあって、ここにバインドボタンっていうのがあるんですね。なんで、これがこのバインドボタンを押して、多分プロパ側でバインドをすると、多分自動的にバインドするんだと思います。で、次にここがですね、イーサーネットポートってなってます。イーサーネットポート。もしかしてこれカメラはイーサーネットにつながる可能性ありますね。あとここに PWM の1から5まで出てますね。これがフライトコントローラーから出すんじゃなくて、ここから直で出して、プロポにボリューム抵抗みたいなのがついてて、アナログでこう入力できるタイプだと、ここから PWM の信号がそのままで、それが、例えばインペラの回転数にしたりすることができます。ただ今回はもう使わないですね。前は、K++ でその機能が、インペラの回転数設定とかの機能がなかった時は使ってましたけども、今はも
K++側でできますんで、これは使わないですね。で、これが UART。これはあれですね、テレメトリー信号を受け取ったりするための、もしくはフライトコントローラーの設定をするためのポートなんで、これは使います。で、これが S バスなんで、これも使います。このイーサネットポートがもしかしてカメラかもしれないですね。ああ、これあれですね。レシーバーに、今見ると、レシーバーに IP カメラってのがつくんですね。なんで、これが、カメラ自体が、イーサネット接続なんですね。はい。わかりました。あと、このレシーバーのタイプ C もファームウェアアップデート用のタイプ C ですね。送信機側にもタイプ C があって、それもファームウェアアップデートができるみたいです。つくのが、これがあれですね、S バス2。これが S バス2で、これがUART。テレメトリー信号とかのやり取りするやつです。なんで、ここの、フライトコントローラーのリンクにつながります。で、これが S バス2。S バス2は、フライトコントローラーの RC につながります。で、これはカメラですね。これイーサネットって書いてますんで、カメラです。で、ここの部分はちょっと使い方がわかんないです。なんで、実際使うのは、こことこことここの3箇所ですね。多分、これが S バスのケーブルで、これがここに刺さります。これが S バスのケーブルでここに刺さります。こんな感じですね。で、この S バスはここの RC に刺さります。フライトコントローラー RC ですね。このリンクのケーブル、これがリンクのケーブルっぽいですね。このリンクのケーブルが、フライトコントローラーじゃなくて受信機のここに刺さります。こんな感じですね。で、これがフライトコントローラーのリンクに刺さります。で、あとここにカメラが刺さります。で、カメラの線は後ででも刺せるような気がするんで、ここですね。ここにカメラが刺さります。多分ここだと思います。こっちでもいいのかもしれないですけど、多分ここだと思います。場所的にはここら辺がいいですね。ここら辺にこうつけます。で、この DC-DC コンバーターは、こっち側にこうつけたいと、ここにつけたいと思います。これもしかすると、ここにこう、DC-DC コンバーターをくっつけると、この ECU じゃなくて、なんだっけ、ESC が、カバーにぶつかるような気がしてきますね。なんで、ちょっと、ここにやっぱつけます。こんな感じで。ここにこんな感じでつけます。ここにスペースあるんで、ここにつけます。ただ、ここから外側から線を持ってきたいっていう願望もあるんで、多分大丈夫っぽいですね。大丈夫っぽいんで、ここにやっぱりつけます。こんな感じで。こんな感じでいいんじゃないですか、ここにくっつけて。で、こうやってここにつけて、で、ここから、外側からセンサー類の線を入れたいと思います。ここ結構スペースあるんで、ここよりもいいような気がしますね。そういえば RC ホビーに、なんだっけな。サンプ用のソフトの最新バージョンが欲しいっていうふうに連絡したんですけども、まだ返事がないですね。担当者が休みなのかちょっとわかんないですけど、チンさんっていう人なんですけども、RC ホビーのチンさんっていうか、名字的にはチェンなんですね。発音的にはチェンさんっていう人なんですけども、ジャッキー・チェンのチェンと同じですね。字なんですけども。連絡がまだないですね。自分が初めてドローン買った3年ぐらい前からずっと同じ人ですね。チェンさんって人が担当でやってます。てか日本語担当は多分その人だと思います。これがレシーバーがここについたんで、次は、モーターの回転用の PWM 信号用の線ですね。これを、こうぶち込んでいきます。そうですね。信号が、どっちかが、これ、あれなんですよね。向きがないっぽいんですよ。どっちかがグラウンドなんですよね、これ。上側がグラウンドです。多分、黒が上になるようにつけると正しいと思いますね。
とりあえずモーターが接続完了しました。で、これでCANがつながりました。で、あとここに LED がつながって、あと電源まとめると全部ですね。このポンプ用の ESC だとおぼしきものがちょっと邪魔っぽいんで、ポンプ用の PWM 信号ですね。ポンプ用の PWM はここの P1 につながります。で、多分黒が上だと思いますんで、こんな感じで持ってくる方法しかないっぽいですね。こんな感じで。ちょっと綺麗にしてみますか、ここら辺を。まあ、本当は最後でいいんですけど、仮止めですね、仮止め。どうせ必ず後で外しますからね。こんな感じで縛って、で、この双葉の元々のやつっていうのが、ハンダで直結されてるんで、これはもう使わないんで、ここら辺で縛くっておきますか。双葉のレシーバーの入力電圧ってすごいあれなんですね。幅広いんですね、多分。いろんなラジコンでそのまんま使えるような設計になってるのかもしれないです。後でここはペッタンで止めておきます。で、これでほぼほぼ終わりじゃないですかね。あとは、なんだ。あとは、レーダー類がつながる線をここら辺に開ければ、終わるような気がします。で、このドローンはすごいですよね。実際、でっかい、10何リッターとか30リッターとかのドローンもやってみた時あるんですけど、組み立てたり使ったりした時あるんですけども、このサイズぐらいのやつが一番いいんじゃないかなっていう気が個人的にはします。でかけりゃいいって思うんじゃないような気がしますね。でかいと時間がこう短いんで大変なような気がします。あと乗せ下ろしがすごい大変だと思うんですね。車の乗せ下ろしがまあ3人ぐらいでやってりゃいいような気がしますけども、ドローンで3人もかかってやってたら何やってんだって感じがしてくるんで、大体1人か2人ぐらいだと思うんですよね。そうするとやっぱり小さい方が有利なような気がしますね。もうできればもっと小さいやつが3、4個一緒に飛ぶぐらいが一番いいような気がしますね。エンジンかなんかがついて長く飛んでれればいいんですけどね。じゃないと結局バッテリーが数分でなくなるみたいな感じだと、多分でっかい30リッターとかのドローンだと14セルぐらいのバッテリーで飛ばして、12セルのバッテリーで1回飛ばしたんですけども、ものの数分でバッテリーレベルが一気に下がってきますね。特に満水状態だと一瞬でなくなります。なんでその焦りっていうのがすごい出ますよね。アンテナが取り付きました。アンテナこんな感じで、ここから生やしてみました。こんな感じですね。真下に向けるとこんな感じ。で、ここにタンクが来るんで、多分こんな感じで斜めにする感じだと思います。で、このタンクのとこのネジなんですけども、これをこう引っ張りながら、引っ張るとこっちのロックのピンが抜けるんですね。こんな感じで。で、タンクをスライドして後ろに出す機構なんですけども、こっちも同じです。こんな感じで。ピンが抜けるんですけども、このネジの部分って言いますか、ピンの部分が錆びついて全然動かなくなってまして、で、油塗ったんですけども、ダメで、結局ここのとこ力で折れちゃいましたね。なんで、この部分、後でちょっとあれですね、ドリルでドリってタップ上げ直して、で、こいつの、もっと錆びない系のやつを買うしかないですね。材質が結構軽いんでアルミかもしれないですね、これ。この足の部分に、レーダーをつけたいと思うんで、この棒を足にくっつけていきたいと思います。多分こんな感じじゃないかなと思うんですけども、こんな感じですね。こんな感じで棒を取り付けます。で、取り付けをどうやるかなんですが、これが来る前に、図面を描いて 3D プリンターで作っておきました。こういうやつですね。これがこう重なって、足にくっつきます。あれなんだこれ。
なんかパイプが予想より太いですね。あれ、しくじった可能性あります。うわ、失敗した。失敗した。ここが全然はまんないですね。せっかく作ったのに失敗しました。6000円が、6000円じゃないですね。お金払って作ったんですけども失敗しちゃいましたね。物来る前に作るとやっぱダメですね。マジですか。これで赤字、組み立て赤字になっちゃったかもしれないレベルですね。これってパイプの太さが内径と外径でミスった可能性ありますね。これが外径18ミリ。これが外径18ミリです。で、この、パイプが外径20ミリですね。で、内径が18。内径が18ミリでした。で、この取り付けステーの内径が25ミリですね。なんか全然バラバラになっちゃいましたね。数分作ったんですけどね。ということで今日はこれで終了します。終了しようと思ったんですが、ちょっとやってしまいました。で、これがレーダーの取り付け用のステーなんですけども、ここにレーダーがこういう風に取り付かります。多分こういう風に取り付かると思います。このステーの向きが多分こうじゃないかなと思うんですよ。これしかはまんないんで。で、ここにこういう風にレーダーが取り付きます。で、ここの部分にタッピングビスで留めるっぽいんですけども、ちょっとタッピングビスがないんで止めれないですね。多分こうだと思います。これが下側にこう来る感じですね。で、この前方レーダーがこうつくはずなんですけども、これが取り付く穴がここにないんですよ。どの穴をこう探ってもダメっぽくて、あれなんかいい穴っぽいのありますね、なんか。つくかもしれないですね。大丈夫っぽいですね。M3 のボルトでつきますね。M3 のボルトで取り付きそうです。これがさっき取り付かないみたいな話しましたけども、こうやって合わせると、この中に取り付きそうな箇所が1箇所ありましたので、そこで大丈夫そうですね。こんな感じで取り付きます。M3 のボルトがあれば大丈夫ですね。なんでこれと取り付けは問題なくできそうな気がします。これが多分 M4 のタッピングビスがあれば大丈夫です。必要なものは、これとこれがスカスカなんで、ここに間にはめるための、20パイと25パイを変換、内径20パイの外径25パイのスリーブみたいなものが1個と、これ18パイと、20パイをつなぐためにこれを図面変更してもう一回 3D プリンターで出力し直しっていうのが1個あります。これで多分これで取り付くと思います。あと最後にこれをさっき破壊して取ったやつを買い直しですね。ちょっとめんどくさいですけど、これは何ていう名前で探せば出るんですかね。この寸法だけ測っていきます。この部品のネジの部分は M6。ネジの部分は M6 で、ピンの部分が、4パイですね。4パイの M6。なんかこういうのは今尾とかにありそうですけども、ちょっと今尾なんていう高級ブランドじゃないような気もします。ちょっと探してみます。